あなたの目の前に立っている人間が、突然、体を雷に変えた。触れた瞬間、あなたの体に流れる電流は3万アンペア。人間が死ぬのに必要な電流は、たった 0.1 アンペアです。つまり、ゴロゴロのみの能力者に触れるということは、致死量の30万倍の電流を浴びるということ。今日は、ワンピースのエネルが持つ、ゴロゴロの実を、本気で科学的に検証します。結論から言うと、この能力は、現代の軍事へ域を全てかこのものにするレベルでした。まず、ゴロゴロのみの能力を整理しましょう。エネルの能力は大きく分けて6つあります。1つ目、体を雷に変化させる、ロギアか。物理攻撃が一切効かない。殴っても切っても、体が電気になってすり抜ける。2つ目、最大2億ボルトの電撃を放つ。雷鳥で3000万ボルト、雷獣も同等、雷竜で6000万ボルト、そして最大技、雷神アマルで2億ボルト。3つ目、雷速で移動する。秒速150から 200km。音速の約440から590倍。4つ目、電波を読み取ると有超能力マントラ。つまり、見聞色の波器と電磁波を組み合わせ、スカイピア全域の会話を傍受。5つ目、金属を自在に加工する。雷の熱エネルギーで黄金を溶かし、自由自在に成形。6つ目、電気ショックで心肺蘇生。自分の心臓が止まっても、自らの電気で心臓をマッサージして復活。これを一つずつ、現実の物理法則で検証していきます。まず最大の攻撃力、2億ボルトから見ていきましょう。ここで意外な事実があります。現実の雷は、約3億ボルト、電流3万アンペア。これはアメリカの国立気象局の公式データです。つまり、エネルの最大出力2億ボルトは、実は、現実の雷より弱い。なんだ、大したことないじゃんと思いましたか。いやいや、ここからが本題です。現実の雷が恐ろしいのは、一瞬で終わるからです。落雷は約50マイクロ秒、つまり 0.00005 秒で放電が完了します。だからこそ、雷に打たれても生存する人がいる。でもエネルは違う。2億ボルトを持続的に、狙った相手に、何度でも放てる。ここが決定的な違いです。人間が感電死するのに必要な電流は、わずか 0.06 から 0.07 アンペア。それをたった2秒間流すだけで心臓が止まります。エネルの電撃は、桁が6つも7つも違う世界です。人体の抵抗値を考慮しても、触れた瞬間に内臓が沸騰するレベルです。しかも重要なのは、エネルは電圧を自在にコントロールできるということ。100万ボルトのバーリーから2億ボルトの雷神まで出力を調整できる。現実の雷は制御不能な自然現象ですが、エネルの雷は精密誘導域です。次に、移動速度。エネルは体を雷に変えて、秒速150から 200km で移動できます。これがどれくらいかというと、人間の全力疾走が秒速約10メートル。音速が秒速約340メートル。拳銃の弾丸が秒速約400メートル。ライフルの弾丸が秒速約900メートル。そしてエネルは秒速15万から20万メートル。つまり、ライフルの弾丸の約200倍の速度です。東京からニューヨークまで直線距離で約1万 800km。エネルなら約54秒で到着します。この速度で戦闘に入られたら人間に8角すらできません。瞬きにかかる時間は 0.3 秒。その間にエネルは15から 60km 移動できる。あなたが瞬きしている間に東京駅から小田原を通り過ぎます。さらに恐ろしいのは、エネルは金属の中を伝って移動できること。電線、水道管、鉄骨。現代社会のインフラそのものが、エネルの高速道路になります。ここからがさらにやばい。エネルはマントラと電磁波を組み合わせて、スカイピア全域の会話を傍受していました。
これを現実に置き換えてみましょう。現代社会のすべての通信、スマートフォン、Wi-Fi、テレビ、ラジオ、軍事通信、GPS、これらはすべて電磁波で動いています。ゴロゴロのみの能力者が電磁波を自在に読み取れるなら、理論上、世界中の全通信を傍受できる可能性がある。NSA、アメリカ国家安全保障局が、数十億ドルの予算と数万人の職員を使ってやっていることを、ゴロゴロのみの能力者は、たった一人でやれてしまう。しかも、それだけじゃない。電磁波を読むだけでなく、発することもできるはずです。つまり、電子機器を電磁パルスで無力化する。通信を妨害するジャミング。偽の信号を送信するスプーフィング。これは現代の電子戦そのものです。一国の軍隊の電子戦部隊がやる仕事を、ゴロゴロのみの能力者は一人でこなせる。ロギア系の体を持つエネルには、物理攻撃が効きません。これを現実で考えると、ミサイルも銃弾も、核へ行きの爆風も、体が電気に変化するので、一切ダメージを与えられません。唯一ダメージを与えられるのは、完全な絶縁体で攻撃した場合だけ。しかし、仮に何らかの方法でダメージを与えて心臓を止めたとしても、エネルは自分自身で AED の役割を果たせる。現実の AED は120から360ジュールのエネルギーで、心臓のリズムを正常に戻します。エネルは2億ボルトの電力を持っている。出力を微調整して、心臓に適切な電気ショックを与えることなど、造作もないでしょう。つまり、ゴロゴロのみの能力者は、物理攻撃が効かない。仮に心臓が止まっても、自力で蘇生できる。雷速で逃げることもできる。事実上の不死身です。では、もしゴロゴロのみの能力者が現実の世界に現れたら、社会はどうなるか。まず軍事面。どの国の軍隊も手出しできません。物理攻撃が無効で、電子戦も一人で制圧できる。ミサイルの誘導システムを電磁パルスで狂わせ、通信網を遮断し、レーダーを無力化する。現代の戦争は電子機器に依存しているため、ゴロゴロのみの能力者一人で、一国の軍隊を機能停止に追い込める。次に、エネルギー面。逆に平和利用を考えた場合、ゴロゴロのみの能力者は、永久に枯渇しない発電所になれます。現実の雷一発のエネルギーは約10億ジュール。一般家庭の約6から7時間分の電力に相当します。エネルなら雷を連続して生成できるので、理論上は大都市の電力需要すら賄える可能性がある。医療面では、電気ショックによる心肺蘇生を他者に施すことも可能でしょう。出力を精密にコントロールできるなら、心停止した患者を即座に蘇生させる、歩く AED になれる。通信インフラ面では、電磁波を自在に操れるということは、自分自身が通信基地局になれるということ。災害時の通信と絶を一人で解決できる。もちろん、弱点もあります。作中でルフィのゴムゴムのみがエネルの天敵だったように、絶縁体はゴロゴロのみの弱点です。ゴム、ガラス、磁器、乾燥した木材。こうした素材は電気を通しません。理論上、完全なゴム製の装甲に身を包めば、エネルの電撃は防げるかもしれない。ただし、ここにも問題があります。エネルの雷は2億ボルト。空気の絶縁は回電圧は1メートルあたり約300万ボルトです。つまり2億ボルトなら、約66メートルの空気を貫通して放電できる。通常のゴム手袋手井戸の絶縁では、到底防ぎきれません。また、エネルは電撃だけでなく、雷の熱エネルギーも利用できます。雷のプラズマチャネルの温度は、約27000度から3万度。太陽の表面温度の5倍以上です。電気を通さない素材でも、この温度で溶かされてしまう。つまり、現実的には、ゴロゴロのみの弱点をつくことは、ほぼ不可能と言っていいでしょう。まとめましょう。ゴロゴロのみが現実に存在したら、2億ボルトの精密誘導電撃で、あらゆる生物を即死させられる。秒速 200km の移動で、ライフルの弾丸の200倍の速さ。
全世界の電子通信を傍受妨害できる。物理攻撃完全無効、プラス自こそせいで事実上の不死身。一人で一国の軍隊を無力化できる。平和利用すれば、都市の電力供給すら可能。ニコ・ロビンが無敵と謳われる能力と評したのは、科学的に見ても、全く大げさではなかった。むしろ現実の物理法則に当てはめると、作中の描写よりもさらに恐ろしい能力だったということがわかります。エネルの唯一の敗因は、たまたま相手がゴムゴムのみの能力者だったこと。もしルフィがいなければ、いや、考えるだけでゾッとしますね。人は神を恐れるのではない。恐怖こそが神なのだ。ゴッド・エネル。この言葉、科学的に検証すればするほど、冗談じゃなくなってきます。